あ、Thank you。高級そうな車が8時50分にホテルに迎えに来ました。車内はかなり広く10人以上は乗れそうです。すいません、ちょっとお願いしていいですか。はい、お客様の皆さんのお名前、はい、順番お願いします。今回私たちは KKday で4時間クルーズを予約。日本語ガイドプランで1人14,160円。ハードな旅だったので4時間を選びました。兄弟とかって何人ぐらいが多いんですか？兄弟は今、兄弟2人が多いです。車は少なくなります。前はベトナムのルール、トリップ、2人まで、2人まで、3人目だったらパッキン、国とか共産党の人、3人目増えたら中国みたいですね。だから中国みたい。車で1時間ぐらい走ってサービスエリアに立ち寄ってます。20分ぐらい休憩するっていうことで中覗いていきます。ここら辺にはネクタイとかが売って62万ドンとかなので4000円ぐらいかな。あとはお菓子、食器類かわいいな。絵が売ってて大体100万ドンぐらいなので、だから6000円ぐらいか。お母さんたちが土産物を作っています。結局飲み物を買っただけで何も買いませんでした。明日はハノイ市内を回る予定なので、お土産は明日買おうと思います。ハロン湾の港に到着しました。だいたい休憩時間入れて2時間半ぐらいですね。すごい観光客の数です。船の中にペットボトルとかは環境保護の観点から持ち込み禁止です。たくさんの船が見えてきました。メニューみたいな。1品目はアサリのスープ、レモン胡椒につけて食べるそうです。レモン胡椒合うね。合う美味しい。鶏肉と野菜の炒め物と揚げ春巻き来ました。でも少しナンプラーやっぱつけた方が美味しい。そうこうしている間にクルーズ船は出発しました。一組到着が遅れてて先に食べ始めるっていう変わったスタイルでしたけど、ハロン湾は湾内ということでたくさんの岩もあるんで、波は比較的立ちにくく川みたいな穏やかな状態っていうことですね。さつまタイのトマトソースがけだね。取りました。珍しい缶のミネラルウォーターがあったんで頼んでみました。150円ぐらいですね。全然関係ない話ですが、ベトナム人の 40% は名字がグエンさんです。前方に見えるのがゴリラ岩。ハロン湾で一番有名な2羽の鶏ですね。5分で交代しなきゃいけないっていうルールがあるみたいです。なかなかどかないとアタックされるみたいです。やっと綺麗に見れました。ハロン湾の湖は結構緑色ですね。緑がかってて決して綺麗な感じではないですけど、ゴミとかは浮かんでないです。
なみにこのハロン湾ですけど1969個の岩があるということですね。1994年にユネスコ世界自然遺産に登録されました。1個目のスポットに到着しました。自分で漕ぐカヤックか漕いでもらえるボートを選びます。真冬にカヤックで転覆したら最悪なのでボートを選びました。すごい開けたところに出てきた。でもこれ乗り物酔いする人でも酔わないからいいね、このぐらい穏やかだったら。再びクルーズ船に乗って移動します。目の前に見える岩が20万ドン札のモデルになった岩です。2つ目のポイントで鍾乳洞に行きます。ここの砂は他の場所から持ってきて作られたものらしいです。かなり上まで登ってきました。階段は100段ということです。ティエンクン鍾乳洞に入っていきます。鍾乳洞は100年で1センチほどしか成長しません。すごい中広いですね。あそこの部分を初めに発見したっていうことですね。この洞窟は70万年かけてできたっていうことですね。一番頂上まで来ました。見下ろす景色は圧巻ですね。船の方に戻ってきました。ここからは港に向けてのんびり帰ります。はい、港に帰ってきました。ハロン湾クルーズ楽しかったですね。ハノイに来た際はぜひ皆さんも行ってみてください。でここからまた2時間半ぐらいかけて市街地の方に戻ります。ツアーの最後にオバマ前大統領が食べたブンチャーのお店に行こうとしましたが、現金がなかったため両替をして違うブンチャーのお店に向かいます。代わりに来たのは Google レビュー 4.8 ブンチャー神道。つけ麺、この量がどんなものなのかが分かんない。食べてみないと。閉店間際だったのでオーソドックスなブンチャーのみ注文できました。来ました、ブンチャー。うまいじゃん。普通にさっぱりしてるけど甘い感じ。じゃあこれサラダなの。海苔巻いてある。日本人にも合うね、味が。まあ食べ終わってめちゃめちゃ美味しかったですね。満足です。1人540円とかだったんでコスパもいいですね。ハロン湾の動画はここまでとなります。ハノイ編もありますので見ていない方はチェックお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もいただけると嬉しいです。